まずイタリアって行ったことありますか？イタリアは、はい、行ったことあります。イタリアはなんか食とか建物とかもこっちも有名。ママが日本人でパパがイタリア人です。Sono una studentessa magistrale e io studio turismo all'università. No, ma ho intenzione di studiare all'estero in Italia l'anno prossimo. いつもびっくりするのはミラノに対する日本人のイメージは結構憧れの街なのかわからないんですけれども、でも悪いイメージではない。Vivono in Giappone. Che vivono in Giappone. Ciao, sono Koji di Italy Japan. Oggi chiedo ai giapponesi quali impressioni hanno sull'Italia e parlerò con gli italiani che vivono in Giappone dei loro shock culturali. Iniziamo. こんにちは。こんにちは。普段何されてますか？普段は学生ですね。普段は医療系でリハビリに関する仕事をしています。自分は IT 系の仕事をしてます。はい。社会人と学生です。はい。今、イタリアに関する一般的なイメージを日本人の方に聞いてるんですけども、イタリアに行かれたことってありますか？ないです。ないです。はい、行ったことあります。僕はないです。お兄さん、どういう経緯でイタリアに行かれたんですか？旅行ですね、完全に。はい。イタリアって聞いたときに、日本人一般的にどんなイメージを持っていると思われますか？イタリアはなんか食とか建物とかもこっちも有名だなって思いますね。おしゃれなイメージで。なんか歴史的な建物で知ってるものとかってありますか？ピサのシャトーはイタリアですよね。彫りが深い。見た目的な。イタリアン料理。実際イタリアに行かれてみて、日本とのカルチャーショックっていうか、いい思い出でも悪い思い出でもいいんですけど、なんかエピソードありますか？いろいろあって、まず一つはジェラート屋さんがめちゃくちゃ多かったですね。はい。で、歩いてれば歩いてるほどジェラート屋さんばっかりで、夜遅くまでジェラート屋さんがやってて、スーツを着てる仕事帰りのおじちゃん2人がジェラートを食べるっていうのがなんか日常な風景で、すごいそれはカルチャーが違うなって思いました。イタリア人に対する印象とかって何かありますか？結構でもイメージ的にはなんか大雑把なイメージ。何かありますか？なんだろう、おしゃれなイメージ。なんか陽気な、なんかすごい素敵な人がいるっていうイメージ。いろんなイタリアンのお店行かせてもらったんですけど、やっぱりこう明るいというか、なんか情熱的な感じは印象的でしたね。はい。そうですね。イタリアに関してはやっぱ洋服とかなんかそれこそなんかおしゃれじゃないですけど、そういったものがなんかやっぱ日本人とはあれですけど、なんか意識が高いのかなっていうふうに思いますし、それこそなんか情熱の国じゃないですけど、そういったものもなんかよくあるので、あとご飯とか美味しいなっていうイメージもあるので、なんかそこがやっぱ僕としてはやっぱイメージとしてあるのかなっていうふうに思います。はい。逆にちょっとお二人に聞きたいんですけど、イタリアに対してなんかネガティブなイメージとか、ちょっと危ないとことか、なんかありますか？イメージ。最初のイメージは、マフィアの発祥みたいないうイメージというか、なんかそういう危ない場所もあるのかなっていうのは、思いましたし、実際に確かにコロッセオのところに行った時とかに、やっぱりこう、明らかいらないようなものを、どうだって勧められたりはしたので、ネガティブっていうところまではいかないですけど、そういうのもやっぱあるんだなっていう感じですね。僕は全くネガティブなイメージないです。サンカルロというチップスです。いただきます。何味？なんかバジルっぽい。なんかすごいバジルの感じがすごい強いのかなっていうふうになんかいただきます。イタリアン料理とかに行った匂いと風味とかがそのままなんかポテトチップスになんかなったような感じなのかなっていうふうな印象は、あります。でも全然美味しいですね。美味しいですか？はい。日本にこういう感じのお菓子ってあります？なんかここまでちょっと深みっていうかなんか旨味があるのってあんまないかも。そうですね。ないですね。なんか結構ですね、しょっぱいじゃないですか。味はなんか濃いのかなっていうのがすごい
確かに確かに。よりしょっぱくしちゃうと、買う人いなくなっちゃう。わかんないけど。いきます。時間使うと。やれよ、じゃあ。イタリア全土で食べられてるちょっとフェンネルっていうハーブを使ったお菓子なんですけども、いいですか？ちょっと食べれないんでお願いします。酸っぱい。しょっぱいですか？はい。なんかあんま他国の名前出すのかよくわかんないかもしれないですけど、フランスパンの味。こちらが原宿にあるイタリアのお菓子とかを販売して直輸入されてるお店なんですけども、お店あるんです。美味しいですね。めっちゃ美味しい。美味しい。なんか、中にサクサクしたの入ってて。日本人の舌に合わないのかなってちょっと思ってたんですけど、それ食べやすい感じで。あ、本当ですか？実際イタリアに行かれて、経験されて、なんか、イタリアに行くときに、なんか、アドバイスとかって何かありますか？アドバイス。はい。イタリアンの料理は食べてもらえたら嬉しいなと思いましたね。なんか、海外に行くと帰ってきたら日本食食べたくなるのかなと思ったんですけど、全くならなくて、イタリアンが本当に日本人の口に合うんだなと思って、帰ってきてパスタ食べたくなったんですよ。で、全部がやっぱりこだわってアルデンテだったんで、なんか、とことん、イタリアの料理を食べてもらえたら嬉しいなと思いました。実際日本でイタリア料理ってたくさんあるじゃないですか。それとはやっぱ違いますか？違いましたね。やっぱりなんか麺の硬さと、あと日本って、日本米でリゾットを作ってるんですけど、やっぱ水分量がイタリア米と違うらしくて、イタリア米でのリゾットの方がやっぱり、汁みたいのを吸うので味がしっかりとしてるらしくて、イタリア米のリゾットと日本米のリゾットは違うと思うので、みたいな。自己紹介お願いします。はい、アリサです。今何をやられてるんですか？私は今はモデルとヨガの仕事をしながら環境教育のプロジェクトをいろんな各地で行ってます。イタリアと日本のハーフだと思うんですけど、家族構成ってどうなんですか？家族は、ママが日本人でパパがイタリア人です。小さい頃とか家族内では言語と会話はどうやって取ってたんですか？そうですね、私たちは、パパが日本語を少し話せたっていうのもあるので、イタリア語と日本語のなんかミックスした言語で話してました。なんかイタリアの親戚とか友達とかとは、イタリア語で会話してたんですか？そうですね。結構おじさんとかおばさんはイタリア語しか話せなかったりするので、そういうみんなとは、できるだけイタリア語で話すようにして、いとことかは結構もう英語を話せる世代も多いので、英語で話したり。イタリアと日本のハーフとして、イタリア人と日本人の大きな違いというか、文化の違いでもいいんですけど、何か感じることありますか？そうですね、イタリア人の方がなんか逆に何でも話してくれる感じが、オープンな感じがします。今日何々があったよとか、すごい細かくいとことかもメッセージくれて、たまになんか日本の友達よりイタリアのいとこの方が会話してるんじゃないかなって思う時があったりしますね。逆に日本人の友達とかは、なんかシャイってことですかね？そうですね、日本人もいろんな方がいるとは思うんですけど、あまり私生活を話さない方も多くいるのかなってイメージはあります。実際ご自身は、イタリアと日本のどちらのアイデンティティというか、どちらの性格、パーソナリティが強いと思いますか？私は多分本当に半分半分かな、ハーフだと思います。私は日本で生まれて育ってるので、やっぱり日本のマインドも結構ありますし、でもなんかイタリア側のなんかちょっと陽気な、特に私のファミリーシチリアの一番南の出身なので、すごいシチリアの人たち、そうなんかそういうマインドもある気がします。イタリアと日本のハーフで大変だったことってありますか？大変
変だったこと、そうですね、ありました。私が、幼少期が特に結構大変だなって思うことが多くて、最近はそうでもないんですけど、やっぱりその小学校の時とか地元の小学校に、愛知県で行ってたんですけど、周りにハーフとか外国のルーツがある人がほとんどいなくて、でなんかよくアメリカ人とかなんか目大きいねとか、すごいなんか子供ってそういうところストレートに言うから、自分的にはなんか結構傷ついてましたね。なんかもう途中からもう私イタリアとのハーフっていうのもバカバカしくなって、もうアメリカ人っていうのを聞き流してて、結構子供はそれで傷つく。なるほど。そう、それは結構嫌だったですね。じゃあ逆に、そのハーフで良かったこと、ポジティブな面って何がありました？ポジティブな面は、大人になってから感じ始めたかなって思ってます。ハーフっていうのもあって、ちょっと顔が派手、目ですよね、多分。なので、なのでそれこそモデルの仕事とかの依頼がちょこちょこ来るようになって、それでそういうお仕事をできるようになっていったし、なんかそれをすることでなんかハーフこの顔が生きる仕事っていうのをなんか知ることができたし、なんかそれきっかけぐらいからちょっとずつこういう顔も悪くないのかなって思えるようになったりとか、あとはなんかその日本とは違うルーツがあることで、じゃあイタリア関係の人とかそういうルーツを持った人と日本で会った時にすごいなんかつながりを感じれるし、仲良くなりやすかったりとか、イタリアだけじゃなくて他のなんかルーツを持ってる人たちともなんか仲良くなりやすいし、東京に来て特にそういう人たちといっぱい会ってなんか安心したのを覚えてます。ちょっと質問変わるんですけど、日本人になんかおすすめしたいイタリアのこととか、観光情報でもいいんですけど、何かありますか？家族がシチリアの出身なので、シチリアによく行くんですけど、シチリアはすごくおすすめです。特にどんなところがおすすめ？特にタオルミーナっていう地域があるんです。知ってますか？いや、聞いたことない。なんか本当映画みたいな、なんか崖のところにいっぱい建物が建ってて、すごい綺麗なオーシャンビューと、なんかイタリアの街並みの光景と、そこで生ハムを食べながらチーズをこう食べながらワインを飲むっていうのが最高すぎて、ぜひタオルミーナ観光行ってみてほしいです。ありがとうございます。こんにちは。Ciao. 普段何されてますか？ Sono una studentessa magistrale e io studio turismo all'università. 今、イタリア語を学んでいらっしゃるんですよね。Studio l'italiano da 7 anni, ma non mi piace parlare in italiano perché è un po' difficile per noi giapponesi. イタリア語を学ぼうと思ったきっかけとか目的って何ですか？ Mi piace studiare l'italiano perché mi interessa la pasta, perché la pasta è molto famosa in Italia. Sì. イタリアって行ったことありますか？ Sì, sì, qualche volta sono andata lì per studiare, ma anche per viaggiare. イタリアに実際行く中で何かカルチャーショック何かありますか？ Sì, ci sono tanti perché in Italia e in Giappone è molto diversa in tante cose, ma una cosa molto mi ha sorpresa è il bagno. E questo è un po' difficile di dire, ma il bagno in Italia non è pulito come in Giappone. ちょっと全然わからなかったね。解説してもらってもいいですか？イタリアと日本は違うところがいっぱいあるんですけど、その中でも特にびっくりしたのはトイレ事情なんですけど、あんまり綺麗じゃないっていうところなんですけど、特に便座がないとか、あと壊れてることが多くて、外れちゃってるってことですか？そうです。で、みんなどうやってトイレ入ってるんだろうなっていうレベルのトイレが多いのがちょっとびっくりしました。何かこう現地に行ってカルチャーショックに近いかもしれないですけど、苦い経験
とかってありますか？私はちょっとコロナ禍に留学をしてたので、思ったより当時、イタリアでヨーロッパに一番最初にコロナが流行ったので、アジア人差別っていうのが結構すごかったので、ちょっとそれはびっくりしましたね。具体的にご自身が経験したものってありますか？当時はやっぱり中国で最初流行って、それがイタリアに来たみたいな感じだったので、中国人じゃないあの子たちって言われたりとか、面と向かってイタリア語で中国人ってチネーゼって言うんですけど、チネーゼってすごい嫌な顔されたり、こそこそ言われることもあって、でもイタリア語分かっちゃうので、何言ってるかが分かるっていうのがちょっと精神的にっていうところはありました。逆にイタリアに行って良かった思い出とか印象に残ってることってありますか？たくさんあるんですけど、イタリア語でアッタッカーレボットーネっていう単語、慣用句があって、ボタンをつけるっていう意味なんですけど、直訳すると、で意味的には突然知らない人に話しかけて話が盛り上がるっていう意味で、これイタリアあるあるなんですけど、突然電車に乗ってて会話が始まるっていうので、一番私が特に印象深いのが、パリに行ってる時にすごい賑やかなイタリア人のグループがいて、で南に行くとすごいイタリア人って賑やかになるんですけど、一緒に隣にいた友達に絶対あの人たちはナポレターノだと思うって私言ったんですね、そしたら前にいたお姉さんがそうだよナポレターノだよってイタリア語で話しかけられて、私日本語で友達に話したのに多分ナポレターノっていう単語を拾って話しかけてきて、そういうところがなんかイタリアだなって思いました。イタリアは好きですか？Sì, ovviamente mi piace Italia perché Italia è un paese meraviglioso. イタリア語で自己紹介お願いします。はい。Sono Miki, studio l'italiano alla Università di Studi Stranieri di Tokyo. Questo è il secondo anno. イタリアは実際行ったことありますか？ No, ma ho intenzione di studiare all'estero in Italia l'anno prossimo. イタリア語を学ぼうと思ったきっかけって何ですか？Mi piace studiare le lingue straniere. L'Italia è conosciuta molto in Giappone, quindi ho voluto saperne di più. E poi voglio visitare molti posti in Italia come Venezia e Roma. Inoltre mi piacciono i cibi italiani come la pizza e gli spaghetti, quindi voglio mangiare i piatti autentici. 実際にイタリアはまだ行かれたことないっておっしゃいましたけど、なんだろう、イタリア人とかイタリアに関してなんかどんなイメージを今もお持ちですか？そうですね。イタリア人はとにかく明るそうなイメージを持っています。私たちが今学ばせてもらっているネイティブの先生でも結構明るい人がいて、もうイタリア人はなんか愛の国だとも言われてると思うんですけど、結構人々とのコミュニケーションとか結構好んでいるのかなっていうようなイメージがあります。逆になんかそのイタリアに対するちょっとネガティブなイメージとかってあります？そうですね。イタリアは結構観光地とか有名だと思うんですけど、例えばナポリとかすごい観光地が汚いみたいな話を聞いたことがあって、やっぱり人気だからこそっていうのはあると思うんですけど、治安が悪いようなイメージがあります。今実際にイタリア語を勉強されていて、なんかその日本語との違いというか、なんかイタリア語ってどんな感じですか？そうですね。まず発音は結構ローマ字読みでいけるので、そこは結構簡単で助かってます。ですね。でも文法とか結構活用が多くて、近過去だったり前過去だったり遠過去だったり、あとは直接法、家庭法とかいろいろあって、そこはもう日本語にも英語にもない概念なので、すごい困惑してました。なんかイタリア語で好きな言葉とかありますか？なんかもうイタリア人はなん
がベーネベーネいっぱい言ってるようなイメージがあって、はい、もうすごいポジティブな言葉なので、はい、私もイタリアに行った時、もうベーネ使いまくりたいなと思ってます。なるほど。イタリアに行かれる予定とかって今ありますか？そうですね。イタリア留学をしたいなと思っていて、ベネチアとか、ちょっと北の方を目指したいなと思ってます。じゃあこれからも頑張ってください。ありがとうございます。This channel produces the following 4 types of videos. The first one is fact-finding on issues being discussed in Japan. The second one is inside look at daily life of Japanese people. The third one is reaction videos on various topics. The last one is about how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. こんにちは。こんにちは、ボンジョルノ。自己紹介の方お願いいたします。イタリアから来たデッサリゾイテシと申します。今日本に住まわれたと思うんですけども、はい、来日何年目ぐらいになるんですか？来日は今のビザでちょうどほぼ1年前、1年も経ってないんですけど、前はコロナ前に1年ぐらい留学したことがあって、それ以外にも旅行で何回も訪れたり、お邪魔しております。今普段って何されてるんですか？普段はフリーランサーとして働いてて、さまざまな活動とか仕事に携わっているんですけれども、その中で本を書いたりとか、今回っていうか1年前来たのは未来創造人材ビザっていう新しいビザができて、で私は大学で日本語、日本学科を卒業したんですけど、まだまだ知識が足りないんですけれども、学んだことを活かせるために日本に住んだら面白いんじゃないかなと思って遊びに来たんですけど、もともとは日本語に興味があってそれを自分の専攻にしたんですね。で今こんな感じで本出されてると思うんですけど、これってどういった内容になるんですか？こちらはですね、イタリア女子、要は私が沼ったじわる日本語っていうのは、面白い日本語、私の視点から見た日本語だけではなくて、日本語の興味深さ、そして日本の文化とイタリアの文化、どちらかというと滞在期、私日本でたくさん旅してきて、さまざまな形でヒッチハイクやら、もちろん飛行機でも、いろんな形で旅してきて、面白い出会いによって生まれたエピソードをこの本の中に記載されているんですね。ちなみにさっきヒッチハイクとおっしゃったんですけど、どこからどこまで行かれたんですか？多分一番長かったのは東京から鹿児島まで3日間で2日半、2日ちょっとで行けたんですね。それは、要は何し日本へのテレビスタッフにも密着で来ていただいて、ちなみにイタリアとかでもヒッチハイクとかってされてたんですか？しないです。イタリアでね、まず違法、ほぼ違法。ヒッチハイク自体は違法ではないんですけど、日本みたいなまずサービスエリア、なんか簡単にどこかに立ってできる場所はないし、高速道路で立ってはいけないし、なんかそのルール的に日本よりも厳しい、なんかっていうかそういうサービスエリアがないから、アウトグリルっていうちょっとしたカフェとかコーヒーを飲めるところは高速道路にはあるんですけれども、そこまでには簡単にたどり着けないし、あとはやっぱり車、運転手たちも人を乗せてあげるのも怖いし、お互い怖いから絶対無理。なるほど。絶対無理。男性でやる人もいるかもしれないんですけども、イタリアでそのヒッチハイクをよくやる人の中でも、やっぱりイタリアは一番難しい国の一つだと言ってました。日本で感じたカルチャーショックって何かありましたか？はい。すごくびっくりしたのは、その T シャツ、バイト用のシャツ、T シャツじゃなくてシャツがそのお店がちゃんと用意してくれてて、ただそれぞれが自分の1枚を持ってるっていうわけではなくて、全部シェア、共有するんですよ。それって普通。でも結構普通。そんなに抵抗はないかもしれない。そう。私ももう全然そういうことなんだと思って。でもイタリアでは全然ない。なんかバイト普段はみんな白いシャツはみんなそれぞれ自分の持ち物、なんか自分で買わないといけないし。でだからまずそれを提供してくれるのは
びっくりだったし、以前もびっくりしたのは、例えばピザを食べる時もみんなシェアするんですね、食べ物は。日本食ももちろんそうなんですけれども、ただ洋食もシェアするんですね。だからそのシェアする文化は最初もびっくりしてたし、今でも服までシェアするんだと改めて思ってびっくりしたのが一つですね。やっぱいろいろ旅をしてイタリア人としてこう日本人と接することが今まで多かったと思うんですけど、はい、その中で感じる日本人が持っているイタリア人へのステレオタイプみたいなものって何があると思いますか？はい、たくさんあると思うんですけど、まず一つがおしゃれですね。ブランドとかもそう、ブランドとか言うんですけど、いつもイタリアから来ましたって言うと、やっぱりおしゃれですねってみんな言ってくれるんですけれども、実は全然イタリア人が日本人が思うほどおしゃれではないっていうか、その全員結構着る服は似てる。例えば学生とかなんかも全員ジーパンに T シャツを着るのはすごく普通で、ただ私的にイタリアすごくおしゃれだとは思わない。むしろ日本に来て、もう今もそうなんですけれども、電車とかにいるときは、わーすごいみんなおしゃれで羨ましいなといつも思います。治安についてもたまに言われるんですけど、治安が悪いとか、でもそれも多分ヨーロッパの中でイタリアでは意外と治安はそんなに悪くはないかと思います。私的に例えばイギリスと、イギリスも住んでたからそういうふうに言えるんですけど、イギリスとかその辺、フランス、その辺の方がずっと治安が、悪く感じる。時計上では多分似てるかと思うんですけど、結局は感覚的にはやっぱりそちらの方がドキドキするんですね。いつもびっくりするのはミラノに対する日本人のイメージは、結構憧れの街なのかわからないんですけれども、でも悪いイメージではないかと思うんですけど、でもイタリア人私にとっては、ミラノは一番危険だと思ってて、で実際に時計上でも結構危険な街だから、多分行ったことある日本人もそれは分かるかと思うんですけれども、ミラノ駅に着いた瞬間に治安悪いって感じるし、自分ももうミラノの中央駅に着いたらなるべく早く見ないでまっすぐっていう感じですね。最後に、イタリアの方々の観光客とかも今増えてると思うんですけど、その方々にぜひ行ってほしい場所っていうのをなんか一つ紹介していただいてもいいですか？単なる観光客はそこまで時間がないと思うので、岐阜県の美濃和紙が有名な美濃和紙、そういうちょっと田舎のところに行って、和紙体験をしたりとか、そういうことはおすすめ